皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日は教科書にはないけの表現を一緒に勉強していきたいと思います。けの用法は教科書にないものも日本人の会話でよく使われるので覚えておきましょう。では始めましょう。まずは接続を確認していきます。基本は普通形プラスけです。動詞、意形容詞、名形容詞、名詞に使うことができます。例えば、動詞なら、食べるっけ、食べたっけ、食べないっけ、食べなかったっけ。意形容詞は、美味しいっけ、美味しかったっけ、美味しくないっけ、美味しくなかったっけ。名形容詞は、有名だっけ、有名だったっけ、有名じゃないっけ、有名じゃなかったっけ。名詞は、学生だっけ、学生だったっけ、学生じゃないっけ、学生じゃなかったっけ。今のように、基本は普通形を使うんですが、会話の中のけには定例形もあります。でしたっけ、ましたっけ、でしたっけです。例えば、テストはいつ受けるんだっけ？テストはいつ受けるんでしたっけ？あの人の名前は山田さんだっけ？あの人の名前は山田さんでしたっけ？彼は昨日会社を休んだっけ？彼は昨日会社を休みましたっけ？普通形は友達会話や自分で独り言を言うときに使います。定例形は仲がいい先輩や先生に使うことができます。そして疑問詞プラスけです。例えば、誰だっけ？いつだっけ？どこだっけ？なんでだっけ？何は何だっけじゃなくて、なんだっけ？この表現はよく使うので覚えておきましょう。けの意味を確認します。このけっていうのは話し言葉なので書くことはあまりないですね。会話の時によく使う言葉だと覚えておいてください。けは忘れてしまったことを思い出したり確認したりするときに使います。人に質問するときと自分で考えているとき、どちらも使えます。文末のけを日本人は会話の中で4つの意味に使い分けています。それがこちらです。1、相手、自分に質問。2、相手に確認。3、自分に確認。4、懐かしい気持ち。教科書では1の意味しか習わないと思いますが、実はこんなに意味があるんですね。どうやって使い分けているのかというと、発音を変えるんです。では、今から発音に注意しながら4つの意味を確認していきましょう。あの人、誰だっけ？レポートの提出期限、いつまでだっけ？昨日の晩ご飯、何食べたっけ？どこに集合するんだっけ？何？どこ？誰？いつ？などの疑問詞プラスけ。忘れてしまったことを相手に質問するとき、または自分で思い出そうとするときに使います。これが教科書で習う意味の一つですね。誰だっけ？いつまでだっけ？最後のけを上げて言うと綺麗に聞こえます。あの人、マイケルさんだっけ？レポートの提出期限、明日までだっけ？この問題の答えって
これで合ってたっけ？はいといいえで答えられる質問プラスけ？自分の記憶、覚えていることが正しいかどうか相手に確認したい時の言い方です。これもだっけ？最後のけを上げて言うと綺麗に聞こえます。この時になかったっけとかないっけという形が出てきます。例えば、山田さんって T 大学の学生じゃないっけ？この資料、今日中にお願いって言わなかったっけ？これは自分の中ではだいたい 90% ぐらい覚えてるイメージです。私の記憶、私が覚えてること正しいですよねと念押しで確認する表現です。よく使うので覚えておいてくださいね。あの人、マイケルさんだっけ？レポートの提出期限、明日までだっけ？あれ、ワインがないな。そうだ、先週のパーティーで全部飲んじゃったんだっけ？忘れていたことを思い出したとき、相手に聞くんじゃなくて、自分で自分に正しいと確認するときの表現です。だから、正しいと分かっているので、なんだっけとか誰だっけとかは言いません。そういえばとか、そうだという思い出した時の表現を一緒に使いますね。自分で自分に確認するときは、イントネーションを下げると綺麗に聞こえます。小学生の時、この道をよく通ったっけ？そういえば、あの日は雨が降っていたっけ？これ、昔お母さんが編んでくれたセーターだっけ？試験の前は毎晩寝ないで勉強していたんだっけ？もう一つ、これは特別な用法で、昔のことを思い出して懐かしい気持ちになるときに使います。だから、小学生の時とか、あの日など、昔を表す言葉を一緒に言うことが多いです。はい、いかがでしたか？今日はよく使うけど、教科書には出てこない手の用法を4つ紹介しました。復習しましょう。1、この手袋、誰にもらったんだっけ？疑問詞プラスけで文の最後を上げると相手、自分への質問。2、この手袋、森田さんにもらったんだっけ？はいかいいえで答えられる質問プラスけで文の最後を上げると相手への確認。3、そういえばこの手袋森田さんにもらったんだっけ？文の最後を下げると自分への確認。4、この手袋3年前に森田さんにもらったんだっけ？昔を表す言葉を入れると懐かしい気持ちでしたね。4つのけの使い方わかりましたか？メッシュクラスでは他にも日本人同士の会話でよく登場するけど教科書にはない表現を紹介しています。例えば、ようにを使った慣用表現や猫を使ったことわざなど日本語会話をもっと面白くするビデオもあります。ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。この動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。